ャリアの悩みってさ尽きないよね。そうだね。だからオフ会でもオンラインでもね、視聴者の皆さんからいろんなキャリアの質問が来るので、今日は、その一番よく聞かれる7つの質問をまとめて答えようと思います。みんなが多分気になってるだろうことを質問ですね。どう考えたらいいのか、どうするべきなのか、どうしない方がいいのかっていうのを我々の経験も踏まえていろいろぶっちゃけ話していきたいと思いますので、早速いってみましょう。はい、まず1つ目の質問です。大学生の方からの質問です。MBB と商社に内定しました。どちらに就職するか悩み中です。MBB と商社どちらに就職するのが良いでしょうか。いやこれさなんでこの質問がこんなに頻繁に聞かれるのか分かんないんだよな。ダブル内定する人そんなに多いのかね。そう、優秀なんだろうね、何に応募しても受かっちゃうみたいな。まず商社そこまで正直俺日本人でもないし日本で就活したこともまずないから詳しくはないんだけど、俺はコンサル一択だと思うんだよね、これは絶対。キャリアに一番どっちに行った方がいいですかっていう質問にもうちょっと絞って考えると、学びの速度、エグジットオプションズ、その次何ができるか、全てのキャリア的な側面、ペイもね、収入も、ね、どのぐらい上がりますかっていう感じでも、どの軸で考えてもコンサルの方がいいと思う。俺の方が多分商社のコンテクストを持ってる。俺親も商社だし、確かにね、また身の回りにも商社いっぱいいるんだけど、商社って結局何をやってるかって、特に今は昔はその本当にミドルマンとしてその世界中の商品開拓とかこう探検というか、その本当に切り開くことをやってた。今は、そこのずっとこの歴史があって、どっちかっていうとそのコングロマリオット PE ファームに近いことをやってるんだというふうに理解してて、っていうのはそのただミドルマンとして存在するんじゃなくて、そういう一番その下流から上流まで、例えばその原材料を作るところから工場から実際最後なんか、途中でファミマみたいなそのディストリビューションまで全部もう自分で持っちゃってオペレーションを良くしていきましょう、でその中で利材上げていきましょうっていうビジネスモデルになってるわけよ。でそうなると商社の人たちが何をやるかっていうと、そういう会社のオペレーションをやったり、もしくはその会社のオペレーションがなるようにコーディネーションをやるということが仕事になって、で新卒だとそれは PE ファームのオペレーションの一番下っ端のようなことを仕事をやるわけよね。確かに世界を股にかけるわけよね。出張もあるし。なんだけどやってることって本当になんかキャリア的に次のオプションがあるかっていうとすごいそうでないパターンが多くて、っていうのは要はそのオペレーションの下っ端の仕事をやってるから専門性つかない、すごいインダストリーノレッジがつくわけではない。ででもなんか商社って、ジャパニーズだから結構上がるのに時間かかるわけよ。だから20代で入ってなんか何年かいるけど、結局何の仕事も何の能力も身についてないみたいな、で次の転職困ってるみたいな人はすごい身の回りにもよくいるから、キャリアで、入って実際にペイもあって次の可能性を広げていくっていう意味だとコンサルのが圧倒的に強い。で商社の面白いのが多分そのすごい大きい規模の、実際のこう、ね、工場だとか会社とかを回すの案件に入っているってことはそれはそれでも面白みはあると思うんだけど、俺もキャリアプログレッションという意味ではコンサルのが全然いいと思う。これよくあるその商社賛成みたいな意見として、これ学生の親御さんとか多いと思うんですけど、いや商社は終身雇用だと、コンサルってもう何年でクビ切られちゃうか分かんないけど、商社はずっと働けるよみたいな意見よくあると思うんですけど、それについてはどう思いますか。今のこの世の中において終身雇用は全滅をしているから、そのロジックはもはや弱いよね、と思う。日本的環境の中での4大5大商社は確かにネームバリューがすごいから、一旦そういうところ入っときなっていうのは、そのプレステージを追いかけるっていう意味では分からんでもない。でプレステージが何の役に立つのかっていうのは結局自己満とその次行く時にとかなんか違うことをやる時に役に立ちますよねっていう話なんだけど、さっきのロジックっていくとプレステージ以外の役に立つものでいくと圧倒的にコンサルの勝ちで、プレステージもじゃあコンサルが会社によるけど、じゃあ MBB がこっちに負けるかっていうと、一定のね環境においては負けるけど、キャリアっていう意味において本当に負けることってあんまりないと思うから、なんか言いたいことは分かるし、カルチュアルコンテクストとして存在するんだけど、なんか言っちゃ悪いけどちょっとあれだよね、古い人たちの考え方だよね。続いて2つ目の質問に入ります。総合コンサルで働いているのですが、戦略コンサルに転職するべきでしょうか。戦略コンサルに転職するときに総合コンサルはどういう目で印象で見られますかという質問です。これもなんか割と俺の中では簡単で、できればするべきです。でどう見られてますかは、あんまなんかどうだろう、
こもなんかあんま印象がないっていうか総合コンサルが何やってるのか大概の、新卒で採用された専攻はよく分かってないのが事実なんで、それって結構ね転職するのにハードルが高くなるんですよ。これぶっちゃけの話なんだけど、総合コンサルにいるっていうことは先行の就活を失敗してで総合コンサルに行ったいうイメージなんで、もうそうでなかったら申し訳ございません。多分そういうイメージなんで、だから一回もうちの会社でノーって言われた人材なんで、我々がその時、間違えて採用しなかったか、それ以降すっごい成長してもう準備して帰ってきたみたいな感じで取る印象なんで、そういうなんかYou have to prove me wrong っていう考え方で責任してるからさ、すごい面接の機会も割と、もらいにくいし、で面接でも怪しい目で見られるかもしれないんで、すごい自分のプロセス能力が高いっていうことをねちゃんと、見せていかないといけないかな。総コンって、英語だとそもそも総合コンサルティングっていうインダストリーは存在しないから、多分ジェネラルコンサルティングで、それをなんか IT の観点からやったりファイナンスでやったりオペレーションの観点で、もうちょっとインプリ寄りのことをやってる人たちの多分日本で総合コンサルって呼んでるんだろうけど、結構仕事内容はなんか同じコンサルの名はついてるけど結構違うと思っていて、で俺ベイン時代にその総コンから転職してた人もいたんだけど、その人が言ってて印象的だったのは、なんか人材の質とプロソルの質が全然違う。でやっぱその解いてる問題の質が違うからさ、じゃあインプリどうやりましょうって話と、この会社の売り上げを 2x するためにどうしましょうって使う脳みそやっぱちょっと違うわけよ。でなんでこっちにやっぱ興味がある人で、ちょっと多分ねペイも良くなるけど、その分多分もうちょっと忙しくなったりするっていう、プロコンはあるんだけど、やっぱ興味があるんだったら多分転職はおすすめしますと。どう見られてるかでいうと、同じ名前がついてること違う人たちって形なんで、別に多分総婚だから転職が有利かっていうそういう話でもないし、不利かっていうとそうでもない、もしかしたら先入観があるからあれだけど、そうだ、先入観のせいで何に比べて不利かの質問だよね。そうだから例えば他の業界っていうのが多分俺のそのコンテクスト、例えばじゃあメーカーから来る人と、総コンから来る人と、省庁から来る人でどれが一番入社しやすいですかみたいな質問があったとしたら、どれも変わらんみたいな、能力あったら入れるし、能力あったらなかったら入れないっていうのが俺のアンサー。3つ目の質問です。コンサルで働いている若手ですが仕事が辛いです。コンサルは最低でも 1.5 年から3年は続けた方がいいと言われますが、それは本当なのでしょうか。それとも状況によっては早めに次の選択肢へ移った方が良いのでしょうか。よく聞かれるね、これは。よく聞かれるね俺らもなんか通った道といえば通った道だからね。大前提でいくと、いつも視聴ありがとうございます。おかげさまでもうすぐ登録者5000人になります。これからもみんなの期待を超えていける動画を出していきたいので、いいね、登録、ハイプをお願いします。その戦略コンサルから、転職をする際のその滞在期間がどのぐらい重要かっていうと、重要だけど、説明できる理由があればそんなに重要じゃないですっていうのが多分答え。で、これは1年でも3年でも7年でも一緒で、逆に7年いったらなんで7年もいったんですかみたいな質問もあるから。でそれは1年未満で転職してすごくうまくいってる人もいるし、なんか3年以上いって転職うまくいってない人もいるわけで、それはなぜここの環境に行って次の環境に行きたいと思っているのかっていう自分なりのストーリーがある限りは全然1年で辞めても問題ない。逆にそれがないんだったら、もしくはそれが弱い、どうしてもなんか嫌だから辞めて逃げのように辞めてるっていうのがどうしてもその死亡理由とか次の転職の時に出てきちゃったら、それは3年いようが5年いようが転職がうまくいかない可能性の方が高い。辞める年数で考えるというよりも、本当に辞める理由と次行く目的が何なのかをクリアにする限りは、年数はファクターではあるけどそんなに気にしなくていい。俺はちょっと違い、似たようなことだけど違う言い方をするとさ、いい転職先があったら、年数関係ねえだろっていう、すごいいい転職したい会社があって、自分まだ1年しかやってないから行かないべきなのかっていう考えるのはすごいバカバカしいと思って、ね、いい機会があれば行くべきだと思うな、単純に。ポジティブな転職の方が基本的に人生においても転職においても有利だから、なんかネガティブでどうしても辛いから辞めたいですわ、辛いの種類にもよるんだけど、耐えた先にポジティブが残ってるんだったら耐えた方がいいし、耐えたらなんかこういう目標達成できますみたいな、自分のやりたいことがあるけどただ今すごい辛いですだったら耐えた方がいいし、そうじゃないくてなんか耐えたところで何もいい未来がないんだったら、もうとっととなんかどこがポジティブな世界があるのかっていうのを探して、いいポジティブな先を見つけて転職を1年でも半年でも2年でも3年でもやめた方が俺もいいと思う。単純に石の上にも3年っていうことわざがあるよね、日本では。
現代で多分一番クソみたいなアドバイスと俺は思ってるからさ単純にそういうなんか昔の常識がそれだから、だから考えずに3年とか自分の20代の一番大事な時間を浪費するのは良くないと思う。4つ目の質問ですが、英語学習に関する質問です。AI 同時通訳が一般的になっていく中で、英語学習は引き続き取り組むべきでしょうか、それとも優先度を下げても良いでしょうかという質問です。どうですか、5カ国語話者のトニーさん。いやこれは単純に英語を勉強したくないだけやろいや全然英語はさまだ ROI 高い、一番多分自分で、勉強して取る資格の中では多分一番 ROI 高いトピックだと思って、例えば、コンサルでもさ、今ちょっと同僚から、友達から聞いた話なんだけど、MBB のスタッフィングで、英語苦手だから、私は英語のケースは勘弁してくださいみたいな感じでスタッファーに頼んでる人は増えてるって聞いたんだけど、これってめちゃくちゃもったいないじゃん。自分の言語のせいでそれは怖くていろんなケースが経験できなくていろんな人と仕事できなくて、これは多分なんか AI がいくら導入されてもね変わんないと思うからさ、自分のポシビリティをリミットする言語のせいでリミットするのはすごい悲しいと思うから、全然英語をかつ外国語は勉強していくべきだと俺は思う。世界の日本の全ての人間が英語をペラペラになる必要ではないと思うけど、英語を勉強する理由は AI 前と AI の後とそこまでね変わってないと思う。なんなら学習する手段が増えたから、必要な労力が減ったと思う、ね、愛が下がったよね、確かに。結構英語に関してこれもよく聞かれる質問なんですけど、 TOEFL、IELTS、TOEIC といった英語資格の勉強はした方が良いでしょうか、それとも必須ではないですかっていう答えもあるんですけど、それについてお二人はどう思いますか？英語力を証明する方法って本当に喋って分かりますかっていう話と資格しか大きく2分しかなくて、で本当に喋って上手くなりますよっていうのが、ネイティブレベルぐらいまでなるともうなんかもうネイティブですよみたいになるけど、今なんかレジュメにおいて提出するのって高等レベル、ビジネスレベル、流暢、ネイティブの4段階しかないじゃん。いや4段階で評価されたろって言われたら次のレベルに永遠に時間かかるわけよね。そういう意味で分かりやすく自分の英語を成長してますって成長実感を得るのと、外部に対してこのぐらい英語できますっていうのを証明するのに、IELTS でもTOEFL でも TOEIC でもそれはなんかパーパスごとによって言うことは違うけど、なんか実力試しで解いといたらええんちゃうとは思う。続いて5つ目の質問です。20代後半、社会人4年目で日本の大手企業で勤めていますが、スタートアップに誘われ悩み中です。年収が下がること、ネームバリューを手放すことを心配していますが、お二人ならどうしますか？俺が見てる中でどういう人が大手からスタートアップ行って楽しそうだったか良かったと思っているかっていうその例から話をすると、俺含めだけど、まず第2回のオフ会を企画してます。7月ぐらいにですね、学生向けのバーベキューとか社会人向けのサウナ会とかいろいろ今企画しているので、興味ある人は下記のリンクから登録してぜひ参加してください。人数制限もあるので登録はお早めにしてください。圧倒的にやっぱ違うのがスタートアップと大手において自由度、その自分の裁量の大きさみたいな話と、それをどう達成するかっていう裁量の大きさと、働き方みたいな話。これは働き時間が短くなるんですよって話じゃなくて、働く方法を自分で選ぶことができますよっていうのが一個大きな差ですと。もう一個はやっぱスタートアップ移る人ってそのスタートアップのミッションに共感して入る人が大半なのね。でそうするとその仕事に対する意味合いの強さ、これをやることによって本当にこういう効果があるんだっていうのを実際に実感して、それによって仕事が楽しい、面白い、やってる価値があるって強く思う。でこれは大手だと持ってない人がほとんどであるんだよね。大手の本当のミッションを強く抱えてデイリーライフでやってる人はほとんどないじゃん。で多分ここが多分すごい大きい2つなのね。違いとして自分の仕事に求めていることが自分のディシジョンメイキングによって大きなインパクトをもたらす。でそれがその自分の共感するミッションで社会に対するインパクトを与えているものですっていうことをすごい自分がインポータントだと思えるのであれば、多分スタートアップの方が、満足度が圧倒的に高い。でこれは人によってその給料がなんか100万下がるのは許容できるけど、300万下がると家族を支えられないからそのオプション取れないような話とかいう人はいるから、それはもうケースバイケースでしかないんだけど、お金の話とか箔の話とその実際の仕事に対する面白さとかでこう天秤にかけた時にこれの重要度が高いという人は大体俺の見てる中でいくと、スタートアップ行ってすごい楽しい、やってよかった、後悔してないって人が多い。
俺の場合はね、その特にネームバリューの話とかになると、一回出てみたらそんな怖くないネームバリューがなくなるっていうのは。だからそもそもいいネームバリューにネームバリューがある会社にいた人はそのネームバリューってなくならないからさ、人として全然ね、出てみたら意外と楽なもんですよ。全然心配しなくていいと思う。そうね、あとスタートアップに行って後悔するタイプ一つだけ言っとくと、そのスタートアップに行った時アップサイド、要は上場したら M&A したらこのぐらいのお金が入りますっていうのだけを求めて転職する人は、スタートアップそもそも賭けだし、それって結果が全てをジャスティファイするっていう思考なんだろうけど、そもそも結果のパーセンテージが低いのと、その結果が全てをジャスティファイするっていう考え方はあんまりこう幸福を呼ばないので、そういうだけの目的なんだとしたらそれは一度考えて立ち止まった方がいいかも。そうだね。それでは6つ目の質問に入ります。29歳でコンサルからファンドへ転職したばかりです。今後の投資キャリアにおいて MBA は取得した方が良いでしょうか。また取得する場合何年ファンドで働いてからが良いでしょうかというご質問です。ファンドっていう単語めっちゃ使うけどさ、何ファンドって言って全然内容変わるから、ちょっと質問をもうちょっと明確にしてほしいんだよね。PE なのか VC なのかメガファンドなのかね、スモールキャップなのかで、それ知らない前提で一般論で言うと、別に MBA はいらないですけど、やりたいならやっていいですぐらいの気持ちで MBA は考えるべき。なんか MBA がないから上に上がっていけないとか絶対ないので、 MBA がなかったから上に上がれなかった場合は、多分もうちょっと根本的になんか英語ができないとか、海外の人とのビジネスができないとか、そういう問題があって、だそう認められてないから MBA が必要だと思われたかもしれないけど、それはもうね、問題は英語でMBA じゃないと思う。でその英語を解決するために MBA に行くのは全然ありだと思うし、結構 ROI も高いかもしれないから、そこはもうちょっとね、根本的に自分の人生の目標が何なのか、自分のファンド内でのなんか目標してる位置が何なのかを考えて、それに対して自分が今かけてるスキルセットをどうやって取得していくのかが大事で、 MBA はなんか一般的にやるべきですかないですかっていう答えはちょっと質問が間違ってると思うな。最後の質問になります。もし今お二人が就活生だとしたらどの業界を選ばれますか。コンサル、事業会社、スタートアップとさまざま選択肢がありますが、お二人はどう考えますか。俺、就活生だったらっていうのは若干難しいんだけど、俺が大学生だったら俺は大学生起業をする。ああマジで。もうほぼ間違いなくする。なんで。なんか今のこのライフステージにいるからっていうのはあるんだけど、結局なんか自分のやりたいことは起業にありってことは、もう早めから起業やっといた方が起業の筋力がつくし、俺の生きたいライフにどんどん近づく最もエフェクティブな道だと思うから。で学生の頃ってしかもその起業がさ、今になってやる企業と学生のところにやる企業って使える手札の若さみたいな、その誰にでもとりあえず会いに行けば連絡してくれるみたいなのが、今だったら例えば元ベインだから会ってくれる人もいるかもしれないけど、学生の頃だったらまたそれがもっと広がる可能性があるわけ。要は19歳です、こういうことやってます、話聞かせてください。俺らが19歳の人とさ、コーヒーチャットするのと同じ要領よね。これ32歳の人が来てくれた時の対応が違うじゃん。っていう意味で学生企業におけるそのメリットって、そのリスクがほぼない、その支えるものがない、スタンダードオブリビングが一度曲がってないからすごい低い状態でやり続けられる、学生だから身の回りでその探す環境がある。要は大学のとか違う大学ので、若いということにメリットがある。でこのメリットがあるっていうのは、その聞きに行けるみたいなメリットもそうだし、要は企業ってトライアル&エラーの何回失敗早くできますかの世界観でもあるわけよ。大学やれば失敗できる回数がいくらでも上がるわけじゃん。32でやった時と22でやった成功率の違いがあると、回転数回せるから。で単純になんかやってたら面白そうだったなって思うから、俺が学生だったらもう起業してる。就職しないと思う。俺はちょっと違うかもしれない。今起業しようと決めたのはなんだろう、2つの理由があって、1つ目は全然もちろんね、今思えば結局起業家になりたいと思う結論に至ったんだけど、当時全然そう思ってなかったし、そういう至った経路もさ、他の全部やってみたからね、やっと至った結論なんで、その結論、なんで起業家になりたかったのかっていうコンビクションがね、当時多分できなかったと思うんだよね、どうせ。その場合なんかいつもね、周りにも起業の道に行って、それからアーリーステージスタートアップジョインして、
でなんだろう、後悔したケースも見てきたし、やっぱ俺の場合は何をやりたいのかよく分かってなかったし、でそういういわゆるモラトリアム人材だったんでコンサルに行って正解だったと思うし、ただし今起業家に至るまでこのぐらいの時間をかけてよかったのかっていうのは多分ちょっとねはてなんだけど、もうちょっとね、コンサル2年後にそのまま起業してもよかったし、ただ新卒では今の自分が入れたのはこういういろんな経験があったからこそなんで、いい思いだったしね、俺 BCG ってすごい楽しかったし、いろんないい人にも会えたし、ネットワークもできて箔もついて、全然社会人の最初の2年を専攻で過ごすのは良かったんで、戻っても多分同じようにしてたかな。今っていうコンテクストでいくと今 AI があるからっていうのも多分ある。確かにね、俺らが大学生の頃だから十何年前だったらちょっと分かんない部分はある。その波がなかったから、そうだね。専攻からまた専攻への転職興味ある人いっぱいいると思うので、そして私たちですね MBB の裏事情というプレイリストを作ってMBB のいろんなぶっちゃけ話もしているので、その動画も見てみてください。それじゃあまた。